動画の旨味に使いたいからひっそり終わるなし。旨味とか言うなし。思ったんだけどさ、これ使って発電できないかしらね。世界初のおなら発電。休憩なのに3人しかおらん。いかん、どっかで孤立してるぞ。漏らす前に確保を。はいどうも、湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前回設置したテラリウムの稼働状況からご覧いただきます。赤い部分が呼吸不可能、青い部分が呼吸可能。最下層のテラリウム付近に青い部分が生まれています。変換効率は褒められませんが序盤の貴重な二酸化炭素対策です。まあないよりマシかな。実際にこれで呼吸可能な大気の有効生産はできないしね。まあ酸素を作るというよりも二酸化炭素を始末する意味が強いね。そういうこってすな。そろそろ次の補給品が来るね。言ったそばから来たな。今回は何が含まれているかな。栄養バーがある。4000キロカロリー分か。これにしとくかね。決断早いわね。今回はサクサクいこう。デボンが息苦しそうね。さっきの大気分布を見ればそりゃあな。なんとかしてあげなさいよ。酸素を生成するくらいしかないが、まあやっておこうか。そしていつの間にか終わっていた社員バグの方。閉じ込めていたバグが寿命を迎えたようだ。なんだか寂しいね。社員バグ自体は増えまくっていっぱいいるんだけどな。動画の旨味に使いたいからひっそり終わるなし。旨味とか言うなし。視聴者の皆様、画面中央をご覧ください。社員バグ誕生の瞬間です。おお、キラキラ光っておる。卵は専用のフランキを用いなくてもこのように勝手に孵化します。フランキを使うと孵化までの時間を短縮できます。他にも特定の空間に放ちたい時にも使います。一応、大抵の野生動物は捕獲可能なんですが、飛行タイプと水中タイプは専門の捕獲器が必要になります。これが序盤では素材の面から用意できません。確か上位素材のプラスチックが必要じゃなかったかな。つか3匹もおるがな。以前に補給品でもらった卵だね。一気に賑やかになったがな。がな。さて、役目を終えたプランターを解体しつつ、オキシファーンでも植えますかね。場所はどこにしようかね。テストだから割とどこでも良いんじゃないの？じゃあスパコンの近くのプランターにでも植えるかね。どんな挙動になるやら、楽しみですな。地味なんですけどね。動画の旨味が、旨味言うなし。ここでマリー隊員によるおならの被害を見てみましょう。こんなのばっかしやなこのコロニー。画面上部、発電中のマックス、デボン、マリーの3人が、発電を終えたマリーが2人と共に作業中に一発、派手にぶちかまします。ここですね。2人が臭いと苦情を申し立てています。この苦情のアイコンは少し前に追加されてた気がします。ひどい話である。全くである。思ったんだけどさ、これ使って発電できないかしらね。世界初のおなら発電。そう。隊員をすべてエコキ虫で揃えて、各地に吸気ポンプ配置して、発電効率悪すぎじゃないかそれ。でもこうして溜まってるとこ見るといけるんじゃないかと思うわけよ。一応、サンドボックス案件としておこうか。どんな過激な環境保護派でもやらないでしょうね。やるわけねえだろ。実際のおならって発火はしたよね？する。外人さんがお尻にライター近づけて放火する動画がある。誰に需要があるわけそれ？普通にわかりません。確かやけに大量にあるので見たい視聴者様は探してみてください。ネットは広大ね予想もしないよな。大型バッテリー作ってる。小型はいずれ解体する予定です。貴重な金属だからね、素材に戻さなくては。補給の時間じゃよ。今回は何が来るかな？スリップスターの卵がある。残念だけど受け入れ体制取れないね。スリップスターは原油を排出する浮遊生物です。幾分貴重で、もし序盤でゲットできれば原油から様々な資源を得ることができます。可能性しか感じないんだけど、育成環境がな。確か高温かつ二酸化炭素が充満してないと、だっけ。以前にプレイした際に序盤に環境を整えて飼育して失敗したことがあります。付け焼き場では太刀打ちできそうにないですな。ここで部屋レイヤーを見てみましょう。今、部屋として認識されてるのは食堂の上位互換、大広間と寝室の宿舎ですな。あれ、公衆トイレにしてなかった。これはうっかりですな。推薦式に作り直す際に意識しましょう。他にも色々と整備しないとな。病院、マッサージ室、厩舎あたりかな。一度、今後の目標を整理しても良いかもね。そうだな。当面は残作業に追われるけど、食料が安定するのがまず重要だからね。ご飯がないとどうにもならんからね。目標を決めるのはその後かしらね。さて、水の供給状況を見てみよう。はいな。現在水中に沈めた給水ポンプが順調に稼働しております。上段の水耕タイルは水が行き届いているようですな。成長停滞が出ているのはおそらく多量天然ガスのせいかと思われます。いわゆるマリーのおならですな。まったく困ったやつですな。いずれここは温室、という部屋にしてしまう予定。現状、酸素生成で圧力をかけてガスの移動を促すしかないわ。しかしマジでガス迷惑だな。早めに機体を集めてタンクに貯蔵した方が良いかも。エコキ虫でやり直しとかパワーワードすぎる。新要素、気流タイルを導入ですよ。これは大気の流れを妨げない特殊タイルです。
これを使えば酸素、二酸化炭素の流れを構造によって妨げずに済みます。今は酸素生成器の周辺にしか酸素がなく、二酸化炭素もとどまりがちですが、これを使えば軽減できます。本当は色々と考えて設置すべきなんでしょうがまあ適当に配置していきます。欠点は金属を使うことと、建築に時間がかかることです。画面ではあちこちに配置してますが、この後かなり削りました。本当に時間かかるので。休憩なのに3人しかおらん。いかんどっかで孤立してるぞ。漏らす前に確保を。遭難しそうっつったら上層に伸ばした穴かな？上か？上だな。非常に怪しい。いた。土砂崩れで出られなくなってる。掘削指示だ。本人だけで脱出できる。これで犠牲者を出したゆっくり実況者さんがいました。マジで恐ろしい。セーブロードがあるとはいえ、うちみたいに隊員に感情移入気味だとなおさら。例の自動脱出モッドの導入を本気で検討しよう。一応、遭難ってことよねこれ。でしょうね。ゲームで遭難の心配をする日が来るとは思わなんだ。これって結構、厄介です。無酸素地帯に孤立すると一発終了もあり得るので、実際、原油の中に孤立した上に、特殊スーツの酸素充填が間に合わずに救助隊が編成できずやり直したことがある。なんと恐ろしい。それぞれの隊員の様子が見られるカメラとか欲しいわ。おめでとう。パフはパフプリンスに進化した。パフ系は吸い込む気体によって排出物が決まります。パフは汚染酸素を吸ってヘドロを出しますが、パフプリンスは酸素、塩素、汚染酸素に対応してます。マリサがコロニー内に連れ込もうとしてたのはこのためね。そうなんだ。汚染酸素は汚染水から一定量、排出されるから序盤からヘドロ量産に使えると思ってさ。ヘドロはキノコの育成に使えるので、あるなら欲しいわけです。食料の確保ラインが複数あるのは助かるからな。使いうても序盤で扱える植物少ないよね。ミールライスとベリーくらい？強引に汚染バイオームに突入すればもう少し増えるな。食べ物だとキノコだけだが、火星バイオームに行けば香辛料のピンチャペッパーかな。序盤で火星はきつそうだな。塩素が居住区に流れ込んだら崩壊もあり得る。一応、水分を使った完全遮断技術もあるんだけどね。あれ使えば少なくとも大気の隔離は可能だが、どうしたもんかね。なんかズルしてる気分になるという。まあ使うけどね。使うんかい。ついでなので火星バイオームも見ておこう。ご覧の通り、塩素、水素が充満する空間です。また高温であるのも特徴の一つ。生身で飛び込んだ場合、塩素による被害が出ます。具体的には目の痛み、というストレス反応。なので攻略するなら吸気ポンプを隣接させておいて、壁を崩したら吸気して、後に酸素を充填させる形に。必要な設備がそれなりに研究した後じゃないと無理なんだよな。吸気ポンプ、気体貯蔵コンテナ、気体フィルタなんかがいりますからね。コンテナなんか中級の施設ですからね。最初の隣接バイオームが撮影高い。さてここにはもう一つ、特筆すべき点が。それがこのドレッコという原生生物です。ドレッコは温厚な動物で、毛皮を刈ると布の元になるリード繊維が入手できます。これが序盤だと貴重品。さらに足のツヤツヤドレッコになるとなんと体毛がプラスチックになります。プラスチックは序盤で入手するにはこれしかないです。多分。普通に入手するとなると最下層の一つ手前まで行かないとだからね。この環境だとそうですな。プラスチックは終盤に必要な素材なので、入手手段は増やしておきたいところ。ドレッコはミールライスなんかを餌にするので、飼育も容易です。失敗したことないな。唯一の問題は、水素を吸わせないと体毛が伸びないこと。どこかで水素を確保するか、水を電気分解するかが必要です。普通に考えれば火星バイオームで確保して、パイプ引っ張って天井付近に漂わせるのが早いわな。水素は軽い気体なので天井に溜まる。この性質を利用するわけです。ついでに旧施設も見ておこう。中央に見える、脳入りの水槽に接続されてるのが神経シャッフルマシン。これは隊員一人に特殊スキルをつけることができます。良い効果しかなかったはず。特殊な手段でエネルギーを充填すれば複数回の使用も可能らしい。やったことないけど、なぜ、旧施設と呼ぶのか、はいずれご紹介させていただきます。そろそろ締めますか。ほいった、本日の動画は以上になります。もしよろしければ評価、チャンネル登録などいただけますとチャンネル主が喜びますのでよろしくお願いいたします。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。